ございます。建築起業家の斉藤俊一です。空間デザインを中心に奄美大島で古民家ホテルの運営や別荘建築をしていたり、千葉の暮らしをおすすめする房総イズムで住宅を作ったり、集客とデザインの研究をする飲食店デザイン研究所の運営をしています。この放送では最前線で働く建築家やインテリアデザイナーのリアルな設計現場での学びを共有していきます。実務に直結する情報を提供できるように心がけていきます。今日は照明計画はパースとともにというテーマでお話しします。照明の明るさや演出性の確認は経験値が上がらないと結構難しいことなんですよね。図面で空間の光をイメージするってちょっとね、ビジュアルで確認するのが僕らデザイナーも素人さんの方も結構ビジュアルでイメージ確認した方が分かりやすいっていうのがですね、共通していることだと思うんですけど、今日はですね、照明計画とパースを同時にね検討する方法を共有していこうかなと思っています。具体的な方法というより、こういった、考え方いいよねっていう感じですかね。情報のヒントみたいな感じになると思います。結論から言いますと、手書きでですね、まず照明計画っていうものをした上で、3DCG で光のシミュレーションで確認しましょうねというところが、至ってシンプルな答えなんですけれども、実際やっていることでその話をしたいなと思います。そもそも最低限度の照明器具の知識は持っていきましょうっていうのはあります。で、押さえておきたい照明器具の情報っていうのが2つあります。それは背光曲線と背光データ IES というこの2つのデータですね。器具自体がね、以前照明器具で色温度重要だよとか背光の角度重要だよとか言った話を前の放送でしていると思うんですけれども、その角度、背光の角度、強角とか中角とか拡散とか、そういったものを実際の器具ごとに違いますので、それの見方をちょっと勉強しておいた方がいいんじゃないかなと思います。まず一つ目、背光曲線からいきます。少し難しそうな言葉なんで漢字羅列なんで、簡単に言うとですね、光の図面って感じです。光の断面図、ですね。各照明メーカーからカタログとか見るとね、器具ごとにグラフみたいなの、グラフというか線の図面みたいなのも書いてあるのって見たことないですかね。ちょっと探してみてください。ネットですぐ大光電気とか、小泉照明とかパナソニックさんでもいいですし、遠藤照明さんでもオーデリックさんでもどんなメーカーさんでもいいので、カタログをちょっと検索してみてください。そこに書いてありますので見つけてください。これだっていうのが。で、そこにはね、断面図のような背光分布がね書かれてるんですよ。横軸に、広がり、高さが縦軸に高さですよね。で、例えばですね、照明設置位置の高さが3メートルの天高のところに、ダクトレールを引いてスポットライトを配置するとします。で、テーブルの高さがだいたい 0.7 メートルだとすると、テーブルまでの距離が 2.3 メートルってことになりますよね。3-0.7 だから。で、縦方向のその、背光曲線の縦方向の軸から 2.3 メートルのところをバッと見るんですよ、横に。で、そうするとですね、そこにね、1メートル、横軸の1メートル2メートルとかちょっと横幅が書いてあると思うんですけど、そこに斜めの線がですね、100ルクスのラインが引かれていたら、それは100ルクスの明るさがその時点では取れる。もちろん中央に向かえば向かうほど明るくはなってくるけど、光が届いてないこともあるので、高さによってはね、それを見る図面なんです。で、これちょっとね、言葉で説明するのめちゃくちゃ難しいんで、
オープンチャットの方にまたこれだよと、これが配光分布図だよというのをちょっと流しておきますので、ちょっと見てください。でそもそも100ルクスってどのくらいの明るさなのって感覚的に分かります？皆さん分からないですよね。これね、リアルな空間で数字と照らし合わせて体で学ぶべきなんですよ。でどうやってそんなことすんのって思いましたよね。で僕がちょっとね若い時にこうやってきたこの訓練というかことをちょっと共有すると、まず照度計を買ってですね、常に持ち歩いて、今持ってないですよ、今もう僕も脱落しちゃったんでデザイナー今は持ってないですよ、今は持ってないんですけど、昔ねデザイナーをガンガンやってた時は、食事行った時にね、ホテル泊まった時ね、家にいる時もですね、いろんなシーンで測るとめちゃくちゃ面白いんですよ。今も感覚値で大体わかるんですけど、それでも鈍ってきてるんで、最近の照明器具とか優秀なんでね、ちょっと変わってるんで、もう最近もちょっと測ってみようかなとは思いますが、測ってそれが照明の中心と、壁の端とかによったり、昼だったり夜だったりすることで、もう本当に数字がいろいろなんですよ。一番わかりやすい、器具としてわかりやすいのは夜測ることがめちゃくちゃわかりやすいです。昼とか光が混じってくるんで、外光外の光とね。でそれを数字として覚えておきながら、光のその感じとしても覚えておくと、これが100ルクスなんだとか、これが1000ルクスもあるんだとか、これを学んでいくと、意外と落とし穴はオレンジ色と、青白い光が意外とこう錯覚を招くわけですよ。明るい暗いの、これもね僕言ってることがね、皆さんやってみると分かると思います。これが重要な経験的な学びってやつですよね。まずはこの明るさの感覚を学ぶことで、照明計画がその平面図上、要は天井伏せ図上に手書きで書きながら照明器具を配置して空間をイメージできるようになるってことなんですよね。実は考えていろんな器具を使って、実際の空間を見て学ぶ、この繰り返しだけなんですよね。これをね10回の人より100回やった人、1000回やった人、1万回やった人、いろんな経験をした人の方がより素早くいろんな照明計画ができるようになるということなんですよね。で次2つ目の IS データっていうのはなんじゃいっていうのなんですけど、光の明るさや広がり方を 3D データにしたものなんですよ。で 3D ソフト CG ソフトで光を取り込むときに使えます。これが IS データ取り込みってあるんで、平面図から高さ方向の情報を入れてこう 3DCG を仮想空間で作り込みますよね。作っていきますね。まずでマテリアルも実は反射率によって全然この照明の影響力が違うんですけど、これまでやるの結構、ちょっと面倒くさい、今は相当簡単になってますけど、それなりに手間がかかりますよね。そうはしなくてもある程度平均的な光は想像できるようになってくるんで、IS データという光の情報を取り込んでパソコンでシミュレーションできちゃうんですよ、今の時代で。この方法は前者、要は経験値、僕の若い時みたいな経験値、ひたすら照度計を照らして学ぶという経験値を積まなくても、多くの経験を仮想空間に積むことが今できるってことなんですよね。とっても便利な時代になりましたよね。現実空間と全く同じとまではいきませんが、かなり近いところまで簡単にですね実行可能になっているんで、皆さん絶対これはやっといた方がいいです。今の時代空間デザイナーならこの技術ぐらい持っておいた方がいいっすね、マジで。でどうやってやるのってことなんですけど、これはもうソフトに頼りましょうと。ツインモーションっていうソフトかルミオンっていうソフトがめちゃくちゃおすすめです。僕ね昔シェードとか 3D スタジオマックスとか使ってたんですけど、やっぱり時間ですね、重要なのが。なぜおすすめかっていうと、もうめちゃくちゃ早いからです。
リアルタイムにビジュアルとして見れるからなんですよ。僕ら学生の時ね、そのレンダリングとかって言って1枚の絵作るのになんか何時間もかかるんですよ。8時間とか24時間とか1回寝てとか、そんなことしないといけないんですよ。手書きで書いてこんな感じかなって言ってスポットライトとかやつをこう変えたりして、いやこっちかなあっちかなとかできないんですよ。でも今できるんですよ。ツインモーションとかルミオン使うと。リアルタイムにビジュアルとして見れるのはもうめちゃくちゃすごいことなんだよねって。でこれに投資しないで何に投資するんですかって、デザイナーはね。でこのソフトは以前の放送でもお話ししましたので、気になる方はね前の放送に遡ってねちょっと聞いてみてほしいんです。でこれと合わせてねちょっとこう学びを深めると結構光の照明っていうのはいいんじゃないかなと思います。今日はですね、照明計画はパースとともにというテーマでお話しました。いかがでしたでしょうか。点部説がこれで書けるわけじゃないんですけど、まず照明プロットの基本をまず学んだ上でですね、今後こう実行的な点部説の書き方をちょっと話していきますので、まずは今日の結論は背光曲線で照明計画をした上で 3DCG で光のシミュレーションで確認しましょうねということでした。最後にちょっとだけお知らせさせてください。奄美大島で海岸清掃を毎月第1日曜日開催しています。次回は1月8日8時からになります。サンゴ島と天然プールのある邸宅に宿泊していただいて、集落の人たちと、清掃しましょうねというイベントです。少しずつまた集まり始めました。よかったです。どんどんまだまだ募集しますので URL を貼っておきますので参加お待ちしています。実務で学べるインテリアデザインの学校隠れ家では、非公開の LINE グループでそれぞれのプロジェクト LINE グループに入っていただき、リアルなプロジェクトでの設計者や施工者のやり取りを見てもらってます。ただそれは秘密保持の観点で公開ができませんので、まずはこう無料公開されている LINE のオープンチャットの方の URL を貼っておきますので、興味がある方は見てみてください。それでは今日しかない大切な時間を全力で楽しみましょう。建築起業家の斉藤俊一でした。ではまた。